山岸豊です。今日はこちらのマクラーレンアルトゥーラを紹介したいと思います。今日は2025年に刷新された最新型のマクラーレンアルトゥーラを箱根のワインディングに持ってきました。このアルトゥーラはマクラーレンカーボンコンポジットライトウェイトアーキテクチャを専用に開発して初めて採用されたモデルで、そしてハイブリッドバッテリーをね、最適なローアングルの位置に設置して、その上に燃料タンクが設置されているという専用の構造を持っていて、もうね、マクラーレンですから走りに徹底的にこだわって、そういったねコンポーネンツを採用してきたスペシャルなスーパーカーです。今日の箱根は快晴で、風もねほぼなくて絶好のコンディションになっています。気温は今摂氏13度、まあまあね暖かいんで、走り始めてすぐタイヤもね温まってくれると思います。今ねデフォルトのエレクトリックモードで走っているんで、エンジンはねかかっていない状態で、モーターのね静かな回転音が車内には入ってくるんですけど、でもねタイヤハウスの中から小石を跳ねる音とかね、それからダンパーの音とか、本来であればもっとね車内に入ってきてもいいと思うんですけれど、とても静粛性が保たれていて、コンフォートモードで走っている分にはこのね非常に車高の低いスーパーカーをね運転しているというイメージは全然ないですね。フロントダブルシボン、リアマルチリンクというサスペンションを採用されているんですけれど、もうシャシー合成のね高さから足がとってもねしなやかに動いてくれてるのが、こういったねゆったりと走らせた時にも感じることができます。マクラーレンカーボンコンポジットライトウェイトアーキテクチャのリアに搭載されている V 型6気筒ツインターボエンジンなんですけど、バンク角が120度で、そのバンクのね中央にツインターボが設置されるホット V を採用されていて、この辺りの構造はフェラーリ296と全く同じなんですね。で、お互いにね狙ったわけじゃないんでしょうけれども、やはり最先端のね究極を求めた結果、同じ構造にたどり着いたというね、この辺りはとても面白いなと思います。エンジンとねトランスミッションの間にモーターが設置されていて、リア駆動で走るんですけれど、エンジンのパワーマップマネージメントをねコントロールするコントローラーとサスペンションのマネージメント、これがね別々になってるんですね。この辺りはやはり走りにとてもこだわっているマクラーレンならではだと思います。そんなねドライバーの好みに味付けが細かくできるあたりは、長い間ねレーシングテクノロジーを培ってきたマクラーレンならではのノウハウが踏襲されているそうで、一体ねどんなねハンドリングを見せてくれるのかとても楽しみです。今日履いているタイヤはピレリ P0 コルサで、フロントが265-3519、リアが295-3520という前後異形タイヤを採用していて、この辺りもね低く構えたプロポーション、どちらかというと前下がりっぽい
イメージがあるんですけれど、もうミッドシップのレーシングカーに近いサスペンションジオメトリーが採用されていると思うので、ステアリングのね、応答性や俊敏さ、そういったあたりはほぼレースカーに近いテイストなんじゃないかなって想像していますけれど、実際ね、ステアリングを握ってこうしてゆったりと走らせてみると、フロントのタイヤのね、グリップ、それから振動、そして今どのぐらい打角がついているのかっていうあたりまで、この手のひらにね、すごく伝わってくるんですね。で、これはマクラーレンがずっとこだわり続けているという電動式の油圧パワーステアリング採用しているあたりと、それからこのステアリングにね、何も操作系がなく、唯一ステアリングと同じ切れ角で移動するパドルシフトが装備されているだけで、とてもシンプルなんですね。この液晶のメーターパネルもステアリングコラムと全く同じように動いてくれて、そしてね、ドライバーのモード切り替えのセレクターも指からね、ちょっとステアリングから手を離さなくても指をちょっと伸ばせばね、切り替えが可能という、まあやっぱりね、ドライバーを中心にいかに無駄をなく走りにね、集中できるか、そういったあたりを注視したデザインになっていると思います。ですからダッシュボードのね、造形とか、それとドライバーの視界に入ってくるサイドミラーやフロントフェンダー、リアフェンダーとかも含めてですね、とても車格がつかみやすいデザインになっていると思います。やっぱり究極のね、フォーミュラ1であれだけね、たくさんの勝利を重ね、そしてどのチームよりも先にカーボンモノコックシャシーをね、採用してきた、常に最先端を行くマクラーレンならではのレーシングテクノロジーが、この新型アルトゥーラにもね、たっぷりと装備されていると思いますので、そのあたりをね、少しずつ確かめながら今日はハンドリングなど評価したいと思います。今ずっとね EV モードで走ってきたんですけど、今度はスポーツモードに変更しました。スポーツモードにね、変更すると常にエンジンがかかっている状態なんですね。で、コンフォートモードに関してはね、また東京のストリートでどんなテイストなのかインプレッションしたいと思います。で、今ハンドリングモードもコンフォートのままだったんですけど、それをね、スポーツに変更してみました。で、ダンピングレートが上がって、おそらくこの油圧式のパワーステアリングのね、応答性も少しハンドルが重くなったイメージがありますね。今エンジンかかってるんですけれど、ドライバーの耳にはね、2000回転3000回転あたりではとてもコンフォートなサウンドしか聞こえてこないんですね。ちょっとおとなしくて拍子抜けしましたけど、まあマキシマムがね8500回転まで回るエンジンですから、フルに回した時には刺激的なサウンドが聞けると思います。昨日の夜ね、雨が降ったみたいで、まだハーフウェットなところも残ってはいるんですけど、徐々にね、タイヤを温めながらペースアップしてみたいと思います。スポーツモードではね、適度なロールを伴いますね。でもね、まだ走り始めてすぐなんですけど、このスポーツシートのホールド性素晴らしいですね。ちょうどね、背中のここに欲しいなっていうところにサポートがね、しっかりとあって、
まだね全然タイヤ温まってないんですけれど、相当高い車速を保ったままコーナーに入っていけちゃいますね。いや、ホイールベースがね2640しかないんで、相当ねクイックなハンドリングをすると思うんですけれど、いや今ねこれアクセルオンオフだけですよ。それでねこれだけの高い車速、今ちょっとチョンブレーキ踏みましたけど、フロントがねスーってコーナーに吸い込まれるように、素晴らしいなこのまだ本当タイヤ温まってないのに全然アンダーステア出ないですね。でコーナーのねセンターあたりではほんの少しがねズルズルっとくるんですけれど、決してね破綻することなくて、フロントのこの味付け素晴らしいですね。とっても滑らかで、まだねそんなに攻めてないのにでもね高い車速を保ったままコーナー入っていけちゃうんで、いやこれねアルテューラマクラーレンがこの新しいカーボンファイバーライトウェイトアーキテクチャって名前がついてるくらい、もう軽量化にね細心の注意を払って設計されたそうで、なんと乾燥重量がね1395キロっていう 1.3 トン台なんですよね。でね油種類を搭載した後でも1495キロっていうね 1.5 トン切りなんですよ。だからそのあたりがこのね素晴らしいハンドリングにね効いてるのは容易に想像できますね。でねトルクの谷が全くなくて、エンジンモーターがねしっかりといいプロコに徹したいい仕事してますね。エンジン単体でね605馬力で、モーター単体で95馬力を発揮するユニット最大出力が700馬力というね、この2025年から20馬力アップしたそうで、本当に速いですね。シフトダウンするの忘れちゃうぐらい、とっても高い車速を保ったままぐいぐいと曲がっていっちゃいますね。すごい。このエンジンマネージメントをスポーツモードにして、ハンドリングもスポーツモードのまま今ワインディングをね駆け上がってきましたけど、この組み合わせこういったねステージでは最高ですね。で本当にね適度なロールを伴うんですよね。この味付けがね素晴らしいですね。やはりワインディングはねそれなりのわだちやねアンジュレーションがあって、そういったところで足が動いてくれないと車がね跳ねてしまってとてもヒヤッとしたそういうね思いをするんですけれど、このアクティブダンパーシステムがねとてもいい仕事してますね。このダンパーシステムなんですけど、伸び側とね縮み側と一つずつピストンがあるデュアルピストンを採用してるんですね。ですからバンプリバンプバンプリバンプというね切り替えの時のダンパーの追従性が完全に応答してるというね、これがね効いてるんでしょうね。でねこのツインピストンのダンパーだとスプリングレートをね下げられるんですよね。それはねやっぱり
足が動く分減水圧を上げられて、減水圧が上げられるんでスプリングレートを下げれる。その結果ね、適度なロールを伴うしなやかな足回りになっているんですね。もうね、素晴らしく僕好みのサスペンションセッティングですね。でね、このぐらいね、足が動いてくれれば多少ね、路面がね良くなっても、ほらこんなに踏んでいけちゃうんですよね。でね、ブレーキもね適度なノースダイブを伴ってくれるんで、その結果しっかりとね制御がかけられて、でね、コーナーのね途中でも微妙なね減速コントロールも可能で、もうこれね最速ですね、この車。本当に速いわ。ライバルと言っていいかわからないんですけれど、同じ V 型ロケットエンジンを採用している 296GTB の方がね、エンジンパワーがあるんですけれど、296はね、このアルトゥーラと比べて130馬力もパワーがあるんですけど、同じねこのワインディングを走らせましたけど、ここまでのね機敏な動きはしてないんですよね。もう少し車格が大きい、そしてね車重も当然アルトゥーラにもありますから、仕方がないのかもしれないですけどね。だからこうしたね本当のドライバーがハンドリングをね堪能する、そして人馬一体感というかね、そういったところも296も相当高い次元で感じたんですけれど、いや全然このアルトゥーラの方が上を行ってますね。まだね路面ハーフウェットなところ多いんですけど、ものすごいハイペースで下りを走り抜けることができましたね。いやすごすぎるなこの車。でね、この8速 TTC のシフト速度のねアップダウンの速さもとてもいい感触ですね。いやこれねレースカーと変わらないんじゃないかな。エンジンマネージメントをトラックモードに変更して、でサスペンションはスポーツのままちょっと走ってみましょうか。おお、いきなり全然パワーの立ち上がりが違いますね。おお、速い。トルクのね出方がね全然増しましたね。いやこれはすごい。ね、アルトゥーラのこのブレーキなんですけど、カーボンセラミックコンポジットブレーキが採用されてて、でなんとねフロントがね390、リア380というねものすごい大きいディスクが採用されてるんですね。でフロントが6スポット、リアが4ポット、モノブロックキャッパーなんですけど、このタッチねすごくいいんですよね。でね意外とねガツンとは効かずググっていうね効きなんですね。これだとねカーボンブレーキに慣れてない方でもね扱いやすいと思います。トラクションすごいな。もうコーナーからコーナーをねワープしてるっていう感じですね。思わずね加速 G でね首がのけぞっちゃうんですよね。いやー本当に速いわ。
ロードカーはちょっと初めてかもしれないですね。驚きました。意外とね、エンジンは高回転型ですね。もっとね、低回転からグイグイといくと思うんですけど、上まで回した方がね、とても鋭い加速と素晴らしいエキゾーストの音が聞こえますね。あとはね、このカーボンタブの剛性の高さが、明らかにね、違いを感じますね。このね、高いシャシー剛性が実現できたことによって、サスペンションがね、正確に動いてくれて、これだけのね、高い車速を保ったままコーナーリングできちゃうんですよね。いやー、すごっ。最後にちょっと怖いんですけど、トラックモード、サスペンションのね設定をトラックモードにして、ちょっとペースアップして走ってみます。ブレーキングのね、ノーズダイブが減ったおかげで、もっとね、短い距離で止まるようになりましたね。びっくりだな。トラックモード、やっぱりね、ちょっとわだちがあるところは車が跳ねますけれど、それでもね、ガチガチになっちゃうのかなと思ったら、全然そんなことなくて、意外とバインディングでもトラックモードいけますね。もちろんね、相当ダンピングレート高いんで、大きなギャップは跳ねちゃうかもしれないですけど、もうね、微妙に曲がりながら、外とかのね、ブレーキを制動させなきゃいけないシーンでも、しっかりとブレーキ効いてくれますね。さすがにね、ダンピングレートが高いんで、路面の凹凸をほぼ全て拾いますけど、でもね、右左とロールがね、移動する時間も短縮されてるんで、ハンドリングがよりシャープになって、この車はね、サーキット相当速そうですね。ハイパワーなユニットを搭載しているにもかかわらず、こんなね、狭いワインディングでね、レブリミットまで吹け切っちゃうまでアクセル踏めるっていうね、素晴らしいですね。もうコーナーからコーナーの間はね、ワープしてる感覚がこのオンボード映像からも分かっていただけますかね。ワインディングなんですけど、すっごく狭く感じる。それだけね、速い証拠ですよね。ちょっとね、EV モードに今したんで、この EV だけで走ったらどんな感じなのか。サスペンションはね、スポーツにしましょう。で、パワーユニットは電気モーター95馬力だけでちょっと走ってみたいと思います。
加速がねエンジンと比べるととっても穏やかで平和ですねでもね、この EV モードだけで最高速は130キロまで出るそうで、まあまあ十分使えますよね。ただね、もう加速時に関してはねとっても穏やか。ストリートだとねそこそこパワフルに感じるんでしょうけど、今散々ねハイスピードで700馬力のフルパワーを体感した後だとやはりとっても穏やかに感じますね。まあでもハンドリングはそのままなんで、とても高い車速を保ったまま無音でね走り抜けていくっていう、まあ外から見てる方がいたらとても不思議な印象でしょうね。サーキットであればねトラクションコントロールを完全にオフにして、そして任意にねリアのトラクションを設定できるそうなんで、ドリフトしたりね楽しめるそうなんですけど、まあそこはねサーキットで楽しむっていうお楽しみで撮っときで、いやーアルテューラちょっと想像を超えてましたね。まあねマクラーレンだから当然速いに決まってるんですけど、異次元の走りでした。いやしかもねもう相当長い時間ハイペースで走り続けてるんですけれども、それでもね全くブレーキが垂れてこないんですよね。さすがレーシングカーのね何たるかを隅々まで知り尽くしたエンジニアたちが作っただけありますよね。いや本当ロードカーの横 G じゃないレベルですね。このアルテューラからマクラーレンには初めて採用されたという E ディファレンシャルが装着されているんですけど、この E デフもねリアからねエンジンをフルスロットにした時にねヒュイーンっていうねかすかな存在を知らせてくれる音が聞こえてくるんですよね。まあもうあまりにもね次元が高すぎてあまり正確なインプレッションが今回できてるかどうかちょっと自信ないんですけど、いやーちょっとねこの速さは次元が違いますね。そしてこの軽やかなハンドリングといいね、ゴーカートのようっていうのともまた違うんですけど、なぜかというとねゴーカートはサスペンションがついてないですから、もうタイヤのねサイドボールのターミだけでクッションを補ってるんで、もちろんとてもクイックだし、急なね動作をした時にはすぐにオイルスピンしたりブレーキをロックしたり、そういうシビアな運転を要求されるんですけど、まあ、その分ねとてもハイグリップなタイヤを履いてますから、まあまあレーシングカーの動きを楽しめる楽しい乗り物なんですけど、このアルテューラに関しては想像以上にねしなやかなサスペンションを持っているってことが分かりましたんで、これだけそこそこのロールを伴ってねトラックモードでさえ若干ちゃんとねロールしてくれて、そしてねノーズダイブは少ないながらもしっかりとフロントに荷重がかかり、そしてコーナーの脱出でねアクセルをポンと入れただけでスッと荷重がねリアタイヤにかかってくれてしっかりとトラクションを増してくれるっていうあたりはね、もうツーリングカーの基本中の機能、
サスペンションの動き方をしているんで、それがねこのライトウェイトアーキテクチャのフルカーボンモノコック、この剛性の高さのおかげで WC1 のサスペンションとマルチリンクのリアがサスペンションをね正確に動いて、そしてタイヤをね最大効率を発揮するように車が設定して動いてくれてるんでね、まあ言葉で言うとそういうことになるんですけれども、ドライビングねしている本人からすると、もう車がすごく高い次元でねドライバーをアシストしてくれてるんで、もうファンっていうドライブとしか言いようがないですね。もう本当にね走ることだけにフルに集中できる。このまま行ったらねグリップしないんじゃないかなとかね、ちょっとこのまま行くとブレーキ止まりきれないんじゃないかなとかね、そういうね余計なことは一切頭に浮かんでこなかったですね。もう純粋にさっきよりもねもう少し正確にラインをトレースしたり、もう少し早くアクセル開けようとかね、もうちょっとコーナー奥までブレーキ行ってみようかみたいな、まるでねサーキットを攻めるがごとくドライビングに集中することを許容してくれる。もうこのアルトゥーラっていう車はロードカーの次元ははるかに超えて、ほぼレーシングカーに近いところに位置する素晴らしいスーパーカーだっていうことを確認できました。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。